皆さんこんにちは。今回は前々からずっと欲しかった世界中のプロの洗車屋さんが毎日の業務で使っている有名なイージーディテールのホイールブラシをついに手に入れましたので、何がすごいのか実際に見ていきたいと思います。まずそもそもなんですけど、Amazon とか楽天見てるとホイールブラシって無限に種類あって正直どれ買っていいかわかんないですよね。僕もホイールブラシをどれにするかずっと迷ってて、せっかく買うならプロの洗車屋さんが使っている絶対に買って失敗しない間違いなくええやつ買おうと思って実際に Amazon でポチったのがこちら、イージーディテールのホイールブラシ3本セット。最近ショート動画見てても絶対このブラシ出てくるぐらい全世界で使われているブラシです。実際僕が定期的にガラスコーティングのメンテナンスをお願いしている刈谷にある洗車屋さんのプラスでも毎日ホイールを洗うのに使っているブラシになります。ちょっと前に韓国まで洗車グッズを買いに行った時もお店の一番見えるところに置いてあるぐらいこちらのイージーディテールが世界的に売れてて、日本だけじゃなく海外の洗車のプロからも人気で鉄板のブラシなんですが、 Amazon の写真で見てみるとなんかブラシが硬そうでホイールに傷がつきそうやけど大丈夫かなと思った方結構いると思います。実際僕もパッと見硬そうやけど大丈夫なんかなと思ってたんですけど、届いたものを手に取って触ってみるとこんな感じでめっちゃ柔らかいです。こちらのブラシはアメリカ製で英語のサイト見て確認しましたが、ブラシの材質はナイレックスという形状記憶機能がついた特殊なナイロンの毛が使われていて、ブラシの毛にも特殊な加工がされててこんな感じの十字になってて、この特殊なナイロンの毛のおかげで汚れがかき出せるようになってるらしいです。スマホの画面で見てる以上に実際はめちゃくちゃ柔らかいナイロンのブラシなので、洗ってる時にホイールに傷が入らずブラシ全体も長いのでホイールの内側とかも簡単にごっそり洗えるとのこと。こちらの一番長いブラシ以外には他に2つのブラシがあって、こちらが GO というブラシで主にホイールハウスやホイールの表面、ドア枠などを洗うのに適しています。特徴としてはこんな感じで持ち手のところが他の2つのブラシと比べて長く、ブラシの軸が一番硬くて滑り止めがついているので力が入れやすくこすり洗いしても滑らない仕様。そしてもう一つが一番小さいリトル。これは細かいところとかマフラーを洗いやすい小さめのやつです。一番大きいこちらのビッグのコンパクト版ですね。メッシュホイールとか履いてる人はこの小さいのがあれば洗いやすいと思います。そんなん言われても実際に使ってみないとわからんと思うので、今から実際にこの3つを使ってホイールを洗ってみてなんで世界中で売れてるのか見ていきたいと思います。まずは水をかけて全体的に砂や汚れを落とします。全体的に水をかけて汚れを落とせたらシャンプーで泡を作っていきます。こちら僕が普段から使っているサムズディテーリングの中性シャンプー。去年の11月ぐらいに買って月2回洗車してるのになぜか中身が全然減らない泡持ちが良すぎるめっちゃええ中性シャンプーです。オートバックスで売ってるシュアラスターの青いやつしか使ったことない人、ぜひ一度これ使ってみてほしいですね。またホイールを洗う時にあるというのが泡が出せる蓄圧スプレーですね。高圧洗浄機と泡が出るフォームガンがあればいいんですけど、アパートマンションの人は家の前で洗車が無理だと思うので、この小さいスプレー1つあると洗車場まで持っていけて便利です。こんな感じでシャンプーと水入れて20回ぐらいポンプすると泡が出てきて、泡を大量にかけることで摩擦が減って洗車傷の防止にもなります。ちなみに近所のコーナーで1600円でした。カインズとかコメリにもよく似たのってるのでホイール洗うように1つあると便利です。それではまずはこちらのブラシイージーディテールの GO でホイールハウスを洗っていきます。水で全体的に汚れを落としたらスプレーで泡を大量にかけてブラシで洗っていきます。一番大きいこちらのブラシでもホイールハウスは洗えますが、一番大きいブラシの先端がこんな感じでゴムが出てて、先端が当たってもゴムで保護されてるので傷がつくとかは大丈夫だと思いますが、こちらのブラシだと先端までナイロンの毛で覆われているのでホイールハウスに関してはこちらのブラシの方が圧倒的に洗いやすいと思います。持ち手の部分が長くて結構奥の方までブラシ突っ込んで、ブラシの先端も使ってホイールハウスの奥まで洗えるので普通に洗ってて楽ですね。こちらのブラシに関しては他の2つと比べると毛の量が多いので若干硬めです。ホイールハウスを洗い終わったら次はホイールを洗っていきます。ホイールにはこちらのブラシイージーディテールのビッグ、サイズは 46.7 センチ、直径 10.2 センチと結構大きくて、特にホイールの内側がめっちゃ洗いやすいです。ブラシ自体は結構太めなんですがナイロンの毛がめっちゃ柔らかくて、これぐらい小さくなってかなり細い隙間にも入るのでブレーキキャリパーの隙間にも余裕で入るし、柔らかいので変な引っかかりがなくてストレスなくスムーズに洗えます。またブラシ自体が長いのでホイールに差し込むだけでホイールの内側全体をこんな感じで洗います。今この映像を見て洗ってる最中に
ブラシの軸がホイールに当たって傷がつきそうと思った方いるかもですが、軸が分厚いビニールで覆われていて、持ち手の先にゴムの輪っかみたいなのもあって、軸が当たっても傷にならないのと、ゴムの輪っかがあることで持ち手が当たることもなくなるので安心して洗えますね。ホイールの内側が洗えたら、次は一番小さいブラシに持ち替えて細かい隙間を洗っていきます。スポークのこういった角とかホイールの縁など洗いにくい細かいところもこの小さいブラシであれば簡単に洗えます。ブラシの作りは一番大きいビッグの小さくなった版なので使い勝手は同じです。またイージーディテールの画期的なところがこんな感じでブラシの軸が折り曲がるようになってて、曲げるとスポークの裏側も洗えるようになります。硬さ的にはハンガーよりも硬いぐらいなので曲げるのにちょっと力入れますが、硬いおかげで洗ってる最中に軸がぐにゃぐにゃして洗いにくいなんてことがないです。先ほどの大きいサイズのブラシも同じく曲がります。なので本来ならホイールを外さないと無理な裏側も洗えるのでだいぶ調子いいですね。小さいブラシはホイールだけじゃなくマフラー洗うのにも使えますね。僕のつけているロッソモデルのマフラーは大きいので一番大きいブラシでも洗えましたが、このブラシがあれば差し込んで抜くだけで汚れが取れて楽です。冒頭でも言ったんですけど、普通のナイロンのブラシと比べて汚れが取れやすいのは特殊な加工がされてて十字の形になってるので汚れをかき出しやすいからですね。これ Amazon や楽天で売ってるよく似た中華製のブラシにはない機能で、さらにブラシの毛に形状記憶機能がついているので、ホイールブラシって使っていくと徐々にブラシの形がおかしくなりますが、イージーディテールのブラシなら洗車終わった後にお湯につけて洗って干したらブラシが元の形に戻ります。取っ手のところに穴があるのでそこに紐とかつけて干せるようになってるのも個人的に嬉しい機能ですね。意外と洗車道具って干すときめんどくさいので、これなら100均でフック買ってきて引っ掛けとけば勝手に乾くのでかなり楽できると思います。まとめると、イージーディテールのホイールブラシはタイヤハウス、ホイールの内側、細かいスポークを洗うのに最適なブラシですね。ただホイールの表面とかナットのところはこういったディテーリングブラシを使って洗う方がいいと思います。最近近所のオートバックスで買ってきたこの二刀流ブラシが結構便利で、片方めっちゃ柔らかいブラシ、反対側がちょっと硬めの長いブラシついてるので、ホイール表面はこちらの柔らかいやつで優しく洗って、ホイールの穴のところはこちらの長いブラシで穴の奥まで洗えるので、これも最近買ってよかったものランキング上位ですね。なのでホイールハウス、ホイール内側、細かいところ、ホイールのナットの穴など洗車道具を使い分けるのがいいと思います。今回紹介したイージーディテールのブラシは他のホイールブラシと比べると 1.5 倍ぐらいの値段しますが、プロの洗車屋さんが毎日使っても一切壊れない耐久力があって、形状記憶機能もついているのでお湯で洗えば元の形に戻ります。下手に安いブラシ買ってブラシがへたってきたから頻繁に買い替えるよりかは、ちょっと高いけど初めからええもん買っといて長いこと使う方がいいと思います。確かに他のブラシと比べるとまあまあ高いんですけど、スノーボードでもカメラでもロードバイクでも何でもそうなんですが、安い初心者セット買って使ってると絶対にいいやつを後から買うことになるので、初手で一番ええやつ買うのが結局コスパいいと僕は思います。今回僕がポチったのは3本セットだったんですが、別に3本一気に揃える必要はなく、僕が使ってみた感じだとこの一番大きいビッグと5、この2本があれば十分洗えますね。細いスポークのホイール履いてる人は小さいブラシもあった方がいいです。逆に軽自動車乗ってる人なら小さいブラシだけでホイール丸ごと十分に洗えるので、ビッグ買わずに小さいリトルだけでいいかもですね。ホイールブラシどれにするか迷ってて絶対に買って失敗しないブラシ欲しいなって人はこの一番長いビッグを買ってみて、もし気に入れば他のブラシも揃えてみるといいかもですね。僕以外の車系の YouTuber をみんな使っていて世界中で人気でまあ間違いないやつなので買って後悔することはないかなと思います。ただ人気すぎてコピー品売ってる業者もネットにかなり多くいるそうなので、動画の下の概要欄にイージーディテールの日本正規代理店の KK マーケットの Amazon や楽天のページを貼っておくので、そこから買うと間違いなく本物が届きますし、他の方のレビューもぜひ参考にしてください。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドライルコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたらぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。